どうもこんにちは、ケンブログです。いつもご視聴いただきありがとうございます。僕はこの部屋で基本リモートワークをしております。最近リモートワークを快適にしてくれるものを今回この動画でご紹介しようというふうに思います。チャプターも作っておきますので、お好きなチャプターを選んでくださいね。ゲームブログのチャンネルはデスク環境のアップデートや買ってよかったもの、カバンの中身などを紹介しております。少しでもご興味あればぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。まず1つ目ですね。1つ目はキーボードになります。ちょうど後ろに少しカラフルなキーボードが見えているかと思います。こちらキーボードはゲーミングメカニカルキーボードになっています。ブランドはハイパー X さんのものですね。こちらメーカーさんよりご提供いただきまして私使用しているのですが、かなり使いやすくてですね、今回上げさせてもらいました。こちらハイパー X のアロイオリジナル 65% のキーボードになっております。65% って何っていうことなんですけれども、これよく見ていただくとめちゃくちゃコンパクトな設計になっているんですね。フルサイズのキーボードは通常10キーがついている形になりますが、こちらは10キーはついていなくてですね、このキーを数えていただきますと65個のキーで構成をされているといった形ですね。寸法自体はこの横幅は 31.5 センチで、この縦はだいたい 10.5 センチとなっています。でまたこちら接続は有線で、後ろですね、ここに USB-C のポートがありまして USB-C 接続というふうになっています。ポイントとしては非常にコンパクトな大きさで操作がしやすい設計となっていますね。そして心地よい打鍵音をして耐久性に優れたフルアルミボディとなっています。ちなみにこちらのキーボードですが8000万回キーを入力をしても耐えれる構造になっていると、めちゃくちゃすごいですね。あとは見た目も鮮やかなキーボードとなっていますが、今ね電源を外しているのでライトはついてないんですが USB-C のポートでつなげるとめちゃくちゃ鮮やかなキーボードとなっています。そしてちょっと後ろ見てみましょう。後ろもですね、こちら両方ですね、高さが変えれる仕組みとなっています。3段階のキーボードの角度が変えられるようになっています。そしてみんな気になる評価だと思うんですが、 Amazon のレーティング評価は星4つはなんと 90% と高い評価になっています。こちら仕事用にもいいですし、ゲーミングメカニカルキーボードですのでゲーム用としても良いかなというふうに思っています。まずは1つ目、リモートワークには欠かせないキーボードでこちらを上げさせていただきました。2つ目はリストレストになります。こちらですね、リストレスト。リモートワークをしていますとずっと作業をしていますので手首も疲れてくるので、疲労軽減の目的で僕は常にキーボードの前に置いてこのリストレストを使っています。こちらの特徴としては柔らかく低反発のクッション素材となっています。裏面ちょっと見てみますね。裏面はですね、このように滑りにくくグリップもついていますので安心ですね。で僕が使っている先ほどの 65% のキーボードに合わせて10キーレスのキーボード用をこちらも使用しているのですが、キーボードとのサイズに合わせてこれ以外にも選ぶことができるようになっていますので、こちらも概要欄の方にリンクを記載しておきますので、お使いのキーボードの横幅に合わせてレストリストを購入することをお勧めします。そして気になる Amazon の評価なのですが、こちらも星4つ以上は 88% となっているので、品質と評価については高い支持を得ているのかなというふうに思います。リストレストも2つ目に挙げさせてもらいました。はい、そして3つ目ですね。3つ目、今もう手に持っているのですが、こちらマウスですね。マウスは僕はトラックボールマウスのものを使用しています。こちらですね。こちらトラックボールですね。前回のデスクツアーの動画でもご紹介したことがありますので、ぜひそちらもまだ見ていらっしゃらない方はぜひ見ていただければと思います。そしてこちらのマウスですが、僕はロジクールのM575S のトラックボールマウスを使用しています。トラックボールマウスというのは持った時にこちらは
親指だけでカーソル操作ができるといったマウスになっています。最近結構いろいろな種類が出てきていますね。値段も高いものでは数万円のものもしますが、リモートワークをしている中でマウスというのはパソコンの操作には欠かせないものになりますので、ご自身に合ったマウスをお使いになることをお勧めします。初めてトラックボールマウスを使う方はもしかすると最初慣れないかもしれないのですが、1週間もすると本当に手に馴染んできますので、個人的にはトラックボールマウスがおすすめかなというふうに思っています。そしてこちらのロジクールの M575S 自体はトラックボールを親指で動かすだけですので、手首や肩が疲れにくい上にマウスそのものもこのように動かしたりしないので、狭い場所でも作業することができるのですね。結構おすすめです。でまたこちらは価格もお手頃ですし、そして評価も高いですし、重さも 145g と軽量となっていますので、持ち運んで外で使用したりも僕はしています。こちら3つ目に挙げさせてもらいました。はい、そして4つ目ですね。4つ目はストーン S になります。こちら今手に持っているのですが、なんかペンのような感じに見えるのですが、こちらブレイザー株式会社さんからいただいたもので、今年の2月7日に発売したストーン S というブリージングデバイスになっています。頑張る人の一休みをアップデートをするというコンセプトで、息を吸い込むことでリチウムイオン電池が内蔵されておりまして、息を吸い込むとカートリッジ内でリキッドが熱せられて蒸気が発生してフレーバーを楽しむデバイスになっています。今回4種類ご提供いただきました。ちなみにあらかじめにお伝えしておきますと、こちらタバコではありません。で僕も禁煙者なのでタバコは吸わないので、そういった方でもフレーバーを楽しむことができるデバイスになっています。エナジードリンクに代わる次世代のワークサポートギアとして Amazon の健康家電カテゴリーやホーム&キッチンカテゴリーでも2019年12月に売れ筋1位を記録した実績もあるんですね。めちゃくちゃすごくないですか？で今後こういったフレーバーのデバイスっていうのを伸びてくる市場なのかなというふうに勝手ながら思っています。今回この4つあるんですね、色が。でまず、緑ですね。この緑はリフレッシュのためでミントとカフェインの香りを楽しむことができます。でこちらの方から息を吸って、息を吸うことでライトがつくようになっています。ミントですね。はい、めちゃくちゃいい香りします。このようにしてリモートワークの休憩の時とかに自分の好きな香りを楽しんでいます。そして赤ですね。これ赤はエナジードリンクとカフェインの香りになっています。そして紺色ですね。こちらはブルーベリーとカフェインが合わさった味になっています。はい、そして白はココナッツとギャバですね。一番僕好きなのは赤色のエナジードリンクとカフェインかな。一番落ち着いてリラックスができますね。こちらは充電する必要がないのでリチウムイオン電池が内蔵されていますので、リモートワークだけでなくて旅行とかリフレッシュしたい時に使用することもいいと思います。でもちろんカロリーや糖質もゼロですし、この1本でだいたい400回吸引することができると書いてありますので、飲み物を飲んだりする感覚でフレーバーを楽しむといった感じですね。こちらもリモートワークをされていらっしゃる方おすすめです。こちらもリンクに貼っておきますので、ご興味あればチェックしてみてください。はい、そして5つ目、最後ですね。リモートワークを快適にしてくれるのはちょうど後ろに映っていますモニターですね。モニターは本当にリモートワークを快適にしてくれます。で以前にもご紹介したことがあるのですが、ブランドは LG の 34WL500 の B を使用しておりまして、大きさは34型になっています。大迫力の大画面のウルトラワイドモニターとなっています。今もしモニターをお考えの方は27インチや29インチもあるのですが、ウルトラワイドモニターであればやはり34インチをおすすめいたします。めちゃくちゃ迫力もありますし、ここで仕事もしているのですが、仕事終わったら映画を見たりもしています。
で、後ろは HDMI ポートは2ポートついておりまして、目の負担を軽減するブルーライト低減機能も搭載されているのですね。こう見ての通り、はい、このようにしてモニターアームを使用することでモニターを宙に浮かすことができるのですね。デスク環境も綺麗な状態が保つことできますし、パソコンの画面で見るよりかは大きな画面で見て作業をすることができるので、モニターアームはおすすめですね。そしてモニターアームと一緒に購入することをおすすめします。ちょうど私が使用している LG の34インチのウルトラワイドモニターですが、Amazon のベーシックモニターとも相性がとてもいいので、この組み合わせはおすすめの一つです。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。少しでも皆さんのご参考になったら幸いです。今日はリモートワークの環境を快適にしてくれるガジェットやもののご紹介でした。動画の感想や紹介したアイテムで気になることがありましたら気軽にコメントで書いてください。もしこの動画が良かったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes.